約10年間続けてきた仕事を辞めるなんて、そんな勇気自分にはないとずっと思っていました。積み上げてきたものをすべて手放してまで辞めるなんて。ある日ふっと何か熱いものが自分を動かしてくれる。そんな強い勇気がいつか湧いてくるんだろうと。でも実際に仕事を辞めてみて分かったのは、そんな強い勇気は出てこなかったということでした。今回はその話をします。仕事を辞めるかどうか迷っている時に人に相談するという手もありました。でも会社の人に辞めたいなんて言えません。本当に信頼できる人に話しても、大抵は自分もしんどいよと相手の話になる。私は近い人に打ち明けたこともあります。でも帰ってきたのは、やめたらいいじゃん。考えすぎだよ。多分軽く言ってくれたんだと思います。でもそれは自分が話せたほんの一部だけを見て言われた言葉でした。本当は自分の中にはもっとたくさんの言葉にできていない気持ちもあり、一言で片付けられるとないがしろにされている感じがしました。すべての思いを満たす答えなんてそう簡単には出ない。そう思うと身動きが取れなくなってがんじがらめに感じました。困った時に誰かに決めてほしい気持ちもありました。でも最後まで責任を持つのは自分しかいません。だから結局自分で見ていくしかなかったんです。正直今すぐ辞めたいほど辛かったわけじゃありませんでした。人手が足りなくて残業まみれ、そういうわけでもありませんでした。面白くはなかったけど、やろうと思えば続けられる、そういう状況でした。ただこのまま仕事を続けたら上のポジションが近づいてくる。それだけは確実だったんです。自分でも不思議でした。辞めた先は全然見えないのに。このまま続けた先だけははっきりと見えていました。10年後、20年後、今の上司と同じ場所に自分が立っている。その姿を想像して思ったんです。ああ、この方向じゃないな、と。そこにさえ目をつぶれば普通に働けるし、給料も入ってくる。だからずっと見ないふりをしていました。でも一度見えてしまうと、その気持ちを無視することはできませんでした。転職も移動も、今のまま我慢する道も考えました。でもどれを思い浮かべても違和感だけが残る。そうやって可能性を一つずつ消した先に最後に残ったのが、一番自分ではありえないと思っていた、次を決めずに仕事を辞めるでした。ああ、これしかない。そう分かっても最後の一歩がどうしても出ませんでした。ちょうどその頃、昇給の話が来ていて、返事の締め切りが迫っていたんです。もし仮にそれを受けたら、またしばらく辞められなくなる。辞めるなら今しかない。なのに足がすくむ。そんな時、仕事を辞める経験をした人の話を聞きました。正直すごい決断をした特別な人なんだと思っていました。でも話を聞いてその印象はひっくり返りました。その人も次の道にワクワクして辞めたわけではなかった。むしろ次に進むことに怖さを感じていた。それでもその怖さを抱えたまま進んだとおっしゃっていました。辞める瞬間にも怖さは消えていなかった。その言葉を聞いて不思議と安心しました。すごい人だと思っていた相手が辞める前にいた場所は、今自分がいる状況とほとんど似たような状況だったんです。そこではっと気づきました。自分はずっと怖さがなくなってから動こうとしていました。不安が消えて準備が整って、よし大丈夫と思えたら、
その時に動けばいいと。でもその日は待っても来なかったんです。その日を来るのを待っていたらいつまでも動けなかった。怖さは消えるものじゃなかった。怖さを抱えたまま進むものだった。だから怖さを動かない理由にするのは違ったんです。そう分かったら見え方が変わりました。自分と似たような場所にいたあの人にできたなら自分にもできるかもしれない。この先どうなるかなんて何もわからない。考えてもわからない。ワクワクなんて正直1割もなかったです。ほとんど9割が怖さでした。それでもこのまま仕事を続ける違和感の方がもう無視できなくなっていました。その時、心の奥底で大丈夫と低くて力強い声を自分にかけることで決心がつきました。次の日、昇給の話を断り、仕事を辞める話を上司にしました。次の当てもないまま会社を辞めると決めたんです。投げやりに動いたわけでも、目を閉じて決めたわけでもありません。怖さを抱えたまましっかり見ながら踏み出した。派手でもかっこよくもない静かな一歩でした。勇気があればな。あの頃はずっとそう思っていました。でも今になって思うんです。あの頃の自分は勇気がなかったんじゃない。怖さが消える日をずっと待っていただけだったのかもしれません。